こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、雰囲気のあるイラストですよね。ウキウキさんの作品で、タイトルは見えているものと見えないもの。漫画を考えている時にできたキャラクターです。また漫画内では特殊能力が使えます。そしてポーズや背景は右側と左側で分けるような構図にしました。右側は周りから見た彼女の印象、過去明るい性格を表し、左側は内に秘めている闇の多さを表しています。集中線や黒という濃い色を使ったせいか、左側のみに視線がいってしまい、なかなか絵が全体的にまとまってない部分、右側のキャラの影と左側の闇の部分の区別がわからない部分、俯瞰構図に関してもなかなか得意な部分ではなく、バランスが崩れてしまった部分。将来は漫画家になりたいと思って日々絵の勉強もしています。なかなか一枚の絵ではとみんなの心をつかむものが描けず、伸び悩んでいるため応募しました。先生のご指南があれば嬉しいです。はい、ということでウキウキさん、添削のご応募ありがとうございます。漫画を考えている時にできたキャラクターということで、ストーリー性をね感じることができて素晴らしいイラストだと思います。特に漫画らしいと思うのは、画面の左右でねキャラクターの性格を変えて二面性を見せようとしている演出ですね。ここはねとても素晴らしいと思いました。そしてウキウキさんが気にされている左右のバランスについてなんですが、僕はね全然この作品については左右でこうバランスが合っていない部分についてはそれでいいと思いました。というのは、この絵はどういう使われ方を想定しているかっていうと、おそらくですね漫画の扉絵のようなページを想定していると思うんです。つまり週刊連載とか、あとは単行本の1話ごとの表紙になるようなカラーページのことですね。こういう扉絵のイラストの場合、左右のアンバランスさとかは、あんまり重要じゃなくてですね、要はこれから始まるストーリーを想起させるような役割を果たすことが一番の目的だと思うので、普段の可愛らしい女の子の一面の部分にはあまり特殊な情報は含まれていない。割とねこうすっきり見せる見せ方は、それはそれで意図通りなので全然問題ないと思いました。ただですね、僕がちょっと問題だなと思ったのは、このイラストですね、左右でこう見え方の情報がこうあんまりね整理できていなくて、ウキウキさんが想定したような見え方になっていないんじゃないかっていうのが問題としてあるような気がしました。なのでその部分についてね整理をしつつ、ウキウキさんが想定しているような見た目になるように添削を進めてみようと思います。はい、それと俯瞰に見えないっていうのはですね、これは結構簡単に解決すると思うので、その点についてもねちゃんと解説していこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、まず簡単な部分、俯瞰に見えないという点から解決していってみましょうか。これね結構簡単に解決すると思います。はい、このイラストなんで俯瞰に見えないかっていうと、大きく分けて2つの原因があります。1つ目の理由、前に伸ばした手が体にかぶさっていないからです。はい、前に伸ばした手の一部でも体にね重なれば、ここにね前後感があるというのがそれだけで伝わるので、強制的にね体と手の間に前後感がね生まれて、それによって俯瞰から見ている感じが強まります。そして俯瞰に見えていない2つ目の理由、実はこっちの方が理由としては強いんですが、陰影がですねあんまりついていないからですね。特にですねここと、あとこことこの辺かな、ここにですね強い影を入れるだけで、このイラストめっちゃ俯瞰から描いたような印象に変化すると思います。はい、本当にこの2点だけ、この2点を修正するだけでめちゃくちゃ変わりますよ。嘘だと思いますか？やってみますね。そい。はい、まずですね手のポーズを体の一部にかかるように変更しました。一部って親指だけじゃんって思った人もいると思うんですが、いやいや本当にこれだけでも、ほんの一部でもね体にかかることがめっちゃ重要なんですよ。前後感が生まれるかどうかって、ほら見比べてみると結構違うでしょ。はい、これだけでもぐわっと前に迫ってくるような奥行きが生まれたのがお分かりいただけると思います。さらにここ重要です。影です。この絵がですねいまいち俯瞰に見えないのは、ここがですね全部明るいからなんですね。ここは全部明るいっていうのはどういうことを説明してしまっているかっていうと、ここ全部真っ平ら、この面も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 、ここ全部正面向いてますよっていう、そういう説明になっちゃってるんですね。なのでこことここは違う角度ですよ、こことここは違う角度ですよっていうのを影によって説明してあげると、一気にね俯瞰の感じが強まると思います。はい、皆さんこれびっくりすると思いますよ。やってみますね。
はい、どうでしょう。これだけで一気に俯瞰から上から見た感じになったのがお分かりいただけると思います。ほら、全然違うでしょ。そうなんです。上から見た感じを強調したい場合には、特にこれ影によって面が変わっていることを強調してあげることがすごくね効果的なんです。これ大事なのでね、覚えておいてくださいね。さあ、ちょっとだけ微調整してさらに俯瞰から見えている感じを強調してあげましょうか。今の段階でねちょっとだけ気になっているのは、俯瞰から見てるにしてはこのねお腹あたり、ここがねちょっと見えすぎてるかなっていう感じがします。ここを少しだけ縮めてあげてね、でスカートの角度ももう少しねこう声援寄りにしてあげると、さらにね俯瞰から見ている感じを強調できると思います。やってみます。はい、ドン。どうでしょう。ほんのちょっとの調整ですが、さらに上から見た印象に近づいた感じがしますよね。あとはこれはちょっと絵の演出にも絡んでくるんですが、こうしちゃいましょうかね。はい、太ももなんですが、演出としてねちょっと水に浸かっているような感じにしたいと思うので、このようにね断面で切っちゃいました。あと若干これも演出の部分で関わってくるので、もう一回ね後で改めて解説しますが、この右手のポーズもこれですね、若干下に向けた方が俯瞰から見ている感じが強調できると思います。ここも些細な違いですが調整しますね。さあ、どうでしょう。変更前と変更後比べてみましょう。いきますよ。パッカー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 ね、そんなに大きな変更を加えなくても上から見た俯瞰イラストに印象がチェンジしたのがわかると思います。なんか俯瞰イラストうまく描けないなって思ったら、手を体の一部に重ねる、そして影で面の違いをはっきりとさせる、この2点を意識してみてください。これであなたも俯瞰マスターですよ。さて、ここからはイラストの演出について解説していこうと思います。このイラストの問題、それはこのイラストがあまり意図通りに役割を果たせていないことにあります。もう絵の見た目そのものはねすでにうまいと思うんですが、若干ですね演出がちぐはぐなところが気になりました。例えばウキウキさんはこの向かって右側が普段の可愛らしい女の子の印象、そして向かって左側が能力を発動した変異モードみたいな設定で描いているとおっしゃっているんですが、じゃあポーズを見た時にどういう印象かっていうと、単純にですね前にググッと手を伸ばして何か威圧的な感じがするのはどっちかっていうとですね、若干こっちの右側の方がなんか能力発動してるように見えるんですよね。それと顔の表情なんですが、はい、アップにしてみました。よく見ると左右のねこの目の描き方が違っていて、向かってこの右側が普通の目、そして向かって左側が怖い目というように描き分けようとしていると思うんですが、これですねちょっと中途半端で、普段の目の方に若干ねこの邪悪な赤い目が含まれていたり、なんかねこっちの目が普通の目に見えないんですよね。もしかしたらですね闇の面に侵食され始めているみたいなストーリーを見せたい場合にはこれでいいのかもしれませんが、ウキウキさんの言葉通りに受け取ると、この子は闇の面と光の面を同時に合わせ持っていて、でそれが同時に存在しているという見せ方をしたいはずなので、僕はですね単純にもうここを中心としてですね、こっちとこっちもうはっきりですね世界を分けちゃった方がいいように感じました。こんな風に。はい、画面右側を闇の面、そして画面左側を光の面にしてみました。さっきも言ったように左手をねぐわっと前に突き出しているので、こっちの方がですね結構威圧感があって闇の演出には向いてそうだなと思いました。なのでね右側に闇の演出持ってきちゃいました。なのでね背景も合わせてこの右側にある闇の演出を左側に持ってきちゃいましょう。はい、もうこっちとこっちもうねはっきりと世界分けちゃった方がいいように感じました。さあこの演出に合わせてですね、この目の表情これをですね左右入れ替えてしまいましょう。こうです。は
はい、左側をちょっと明るい目にしました。そして右側を怖く演出していきましょう。はい、こんな感じ。左側は普段のキラキラした女の子の目、そして右側は闇の能力を発動したちょっと怖い目のようにはっきりとね分けました。普段の目には光をねこうやって描き入れるとさらに分かりやすい対比になっていいと思います。それとですね、これちょっと注意なんですが、おそらく作者さん向かって左側の目がね結構ねこう大きくなってしまう癖があると思います。多少そうなるのはいいんですが、ウキウキさんの場合はですね結構違和感があるレベルで左目がですね大きくなる傾向があるので、そこね注意してみてください。ほら見比べるとね結構違和感あるでしょ。これね多分自分では気づいてないと思います。さあ、そしてこういう左右で表情を含めて演出を変える場合、割とこのままでですね表情を変えてしまうと違和感がね強くなってしまうことがあります。特に口の表情を左右で変える場合にはこのままやっちゃうとですね結構見づらくなってしまって違和感につながっちゃうことがあると思います。例えばですね、この左側をこのままこうにっこりさせて、で右側を違う表情にこうしようとすると、こうもうなんかよくわからない表情に見えちゃうじゃないですか。はい、なのでこういう場合はですね、一番手っ取り早いのはこうしちゃうことです。はい、こんな感じ。これでですね左側と右側の表情が違っても、そういう演出なんだで見ている人に一発で分からせつつ、表情が違うことについてあんまり違和感がない印象を作り上げることができます。意外とですねこういう線を1本引く引かないの問題って、細かいんですけど細かい部分がね大事だったりするんですよ。これ言われないと分かんないでしょ。ってですねこういう部分結構ね奥深いんですね。さあ、画面を左右で分けましたので、左側と右側の口の表情を変えてみましょう。こうです。はい、こんな感じ。さて全体的にですねちょっと線が消えちゃった部分があるので、少しね書き足します。はい、キャラクターについてはね以上ですね。次は背景についてです。背景についてちょっと気になるところはですね、闇の演出についてはうまくいってると思うんですが、光の面についての演出があんまりですね対比になっていないような感じがします。表情を左右で対比させている以上、背景もね左右で対比させた方が分かりやすい演出ができると思うので、ちょっとねこう頭をひねって左右で差を出していきましょう。例えばこんな感じ。はい、一旦ですね暗い方に赤い波紋を描いてみました。これはですね単純にさっき言ったように俯瞰の感じを強調したいっていう狙いもありますし、この波紋の色さえ変えればですね闇の面と対比して光の面、どちらの演出にもですね使えて、うまくね対比構図を作り出すことができるからです。こういうことです。ほらどうでしょう。闇にはおどろおどろしい赤い波紋、そして光には清らかな青い波紋、こういう対比を作り出すことによってこの女の子の二面性を背景でも演出することができます。さあ、無理やりですね右側に目の部分を持ってきてしまったので、ちょっとね途切れちゃったりしている部分がありますよね。右の目もですねもっと書き入れて光の面との対比を強めてしまいましょうか。はい、こんな感じ。このままでも全然いいですし、若干左側にもうちょっと密度欲しいなっていう場合には、例えばですね蝶々とか、あとは鳥の羽とか、なんかね清らかさの象徴みたいなモチーフを入れてあげてもいいかもしれません。こんな感じかな。
はい、多少左側にも情報を足してあげてスカスカにねなりすぎないように調整してみました。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。もともとねキャラクターのイラストはすごくうまく描かれていましたので、演出の方向性だけですね、ここについて整理をしつつ、より内容が伝わりやすいイラストに添削してみました。はい、今回の添削では俯瞰イラストにするための大事なポイント、そして左右で演出を変えるというちょっとね変わった演出方法について解説してみました。いかがだったでしょうか。また今回はもうすでにキャラクターについてある程度描ける人だったんですが、ここからさらに絵が上手くなるためにはね、自分の能力値を限界突破する必要がありますよね。そんな限界突破を果たしたい人にはこちらの動画、イラスト上達限界突破して上達する方法とはがおすすめです。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。